初めて台湾旅行を計画している皆さん、こんにちは。今回の動画では台湾旅行初心者向けの情報をたっぷりとお届けします。最初に言っておきますが、私がこれまで訪れた海外の中で台湾の人々ほど日本人に対して温かく親切に接してくれる国はありません。その温かさに感動しました。しかしそれでも台湾旅行には注意が必要です。これまで4回台湾に行った私が実際に体験したリアルな感想とともに辛口評価も交えながらお伝えします。正直に言うと、何も知らずに行くと期待を裏切られたり損をしてしまうこともありますので、この動画を最後までご覧ください。しっかり情報を押さえて台湾旅行を存分に楽しむための準備をしましょう。1、台湾は日本から非常に近い。台湾は日本からわずか数時間で行けるアクセスの良さが魅力です。特に首都圏や関西圏からの直行便が豊富で、東京成田、羽田から台北までは約4時間、関西空港からは3時間半ほどで到着します。この手軽さから週末や短い連休を利用しても10分楽しめる旅行先として非常に人気があります。航空券が手頃な価格で購入できるため、コストパフォーマンスの面でも優れています。私が初めて台湾を訪れた時はチャイナエアラインを利用しましたが、機内での食事はちょっとしたカルチャーショックでした。ポークとビーフのどちらも頼んでみたのですが、正直思っていた味とは違うと感じることがあり、台湾の食文化に初めて触れた瞬間でした。食事に関してはやはり日本とは違った独特の風味があり、これが旅行の楽しみの一部だと思いました。料理についてはこの後詳しくご紹介していきますが、最初は少し戸惑ったのが本音です。2、手頃な予算で旅行を楽しめる。台湾旅行の最大の魅力の一つは手頃な予算で楽しめることです。航空券は LCC を利用すれば時期によっては1万5000円から3万円程度で非常にリーズナブルです。宿泊費もお得で、ゲストハウスや中級ホテルなら1泊3000円から8000円ほどで泊まることができ、出費を抑えたい旅行者にも最適です。また現地の食事も安価で、特に夜市での食べ歩きは楽しみの一つ。夜市では数百円でお腹いっぱいになるほどの量が食べられますし、ローカルなレストランでも1食が1000円以内に収まることが多いです。観光スポットも故宮博物院や台北101など一部有料の施設もありますが、多くの公園や神社、歴史的建造物は無料で楽しめる場所が多いです。台湾の物価の安さは日本に比べて非常にお得感があります。実際に何度か行った際も他の海外旅行と比べて予算が抑えられるのでリピートしやすいと感じました。節約しながらも十分楽しめるのが台湾旅行の強みですね。3、9分のノスタルジックな街並み。台湾北部に位置する9分は映画千と千尋の神隠しのモデルとなったことで、特に日本人観光客に人気のある観光地です。9分の石畳の小道には古い建物や赤い提灯が並び、まるで時が止まったかのようなノスタルジックな雰囲気が漂っています。狭い路地を歩くと迷路のような街並みの中に観光客向けのお土産屋や伝統的なお茶屋が点在しています。夕暮れ時には赤い提灯が灯り、街全体が幻想的な光に包まれ、まるで映画の中にいるような感覚を味わえます。私が実際に訪れた時はその雰囲気に圧倒されましたが、街が高台に位置しているため階段が多いのが少し大変でした。階段を上り下りするのが苦手な方にとっては少しきついかもしれませんが、頂上から見える海の景色や街全体の風情が疲れを忘れさせてくれます。特に9分で立ち寄ったお茶屋さんでは猫ちゃんと一緒に過ごす時間がとても心温まるものでした。地元の方との交流も含め心から楽しめる場所です。4、台北101。世界でも有数の超高層ビル、台北101は台北市のシンボルであり、世界でも有数の高さを誇る超高層ビルです。かつて世界一の高さを誇ったこのビルは今もその壮大な姿で訪れる観光客を魅了しています。展望台からは台北市内を一望できるパノラマビューが広がり、晴れた日には遠くの山々まで見渡せます。特に夜にはライトアップされた台北市内の美しい夜景が楽しめるので、昼と夜どちらの景色も体験してみる価値があります。台北101にはショッピングモールや高級レストランも併設されており、観光だけでなく食事やショッピングも楽しむことができます。私が訪れた時も展望台からの眺めに感動しましたが、高級ブランドのショッピングやグルメ体験も非常に充実していて、特別な時間を過ごすことができました。ビルの規模や高さに驚くだけでなく、様々な体験ができるのが台北101の魅力ですね。
つのが伝統的なイベントです。特に旧正月やランタンフェスティバルのシーズンには夜空に無数のランタンが浮かび上がり、幻想的な光景が広がります。街自体もレトロな雰囲気に包まれており、線路沿いには昔ながらの商店やカフェが立ち並び、歩くだけでも楽しめます。私が訪れた時はフェスティバルの時期ではありませんでしたが、それでもランタンを飛ばすことができ、願い事を託す瞬間は感動的でした。シーフェンの滝も近くにあり、自然の美しさを満喫することができます。またシーフェン駅は列車がすぐ近くを通るため、ローカルな風景を楽しむのにも最適な場所です。次回訪れる際はランタンフェスティバルの時期に合わせて行きたいと思いました。6. 夜市ナイトマーケットでグルメを堪能。台湾を訪れるなら絶対に外せないのが夜市ナイトマーケットです。台湾中に点在するヤジでは台湾ならではのストリートフードを楽しむことができ、特にシリン夜市や場外夜市が有名です。夜市では大きな台湾風チキンカツ、ラージーパイや独特な香りの臭豆腐など様々な料理が提供されています。どれもリーズナブルな価格で少量ずつ買っていろいろな料理を試すことができるのが魅力です。私が初めて夜市に行った時は日本の縁日みたいなものかなと思っていましたが、夜市の活気と独特な香りに圧倒されました。特に臭豆腐は最初は正直なところ苦手でしたが、何度も台湾に行くうちに徐々に慣れてきて、今では食べられるようになりました。台湾の料理は日本とは違った香辛料や独特な食材が使われているため、最初は戸惑うかもしれませんが、それが旅の楽しみでもあります。夜市での食べ歩きは台湾旅行の醍醐味の一つです。7. 歴史的建造物台湾の豊かな文化遺産を体感。台湾には歴史的な建造物が数多く存在し、その中でも特に有名なのが中世紀念堂と龍山寺です。中世紀念堂は台湾の歴史的指導者である蒋介石を記念して建てられた巨大な建造物で、広大な敷地と壮大な建築が見どころです。一方、龍山寺は台湾最古の寺院の一つで、見事な彫刻や装飾が施されており、台湾の歴史や文化を深く感じることができます。また台北市にある故宮博物院は世界中から集められた貴重な芸術品や歴史的な遺物を展示しています。特に肉型石や水玉白菜は有名で、その緻密な彫刻技術に驚かされます。台湾の友人に故宮博物院で何を見たらいいと聞いたところ、みんな白菜と角煮だよと言っていました。実際に初めて見た時は感動しましたが、2回目に行った時はもう十分かなという気持ちでした。8. 親切でフレンドリーな台湾の人々。台湾の人々は観光客に対して非常に親切でフレンドリーです。言葉が通じなくてもジェスチャーや翻訳アプリを使って一生懸命コミュニケーションをとってくれる場面が多く、初めての旅行でも安心感があります。特に年配の方の中には日本語が流暢な方も多く、現地での交流が非常にスムーズに進みます。私が初めて台湾を訪れた際、現地の人々の親切さに本当に感動しました。道に迷っていた時に声をかけてくれたり、親切に案内してくれる場面が何度もありました。台湾の人々はフレンドリーで温かく、日本人に対して非常に親しみを持って接してくれます。これは他の国ではあまり感じられなかった特別な感覚でしたね。9. 台湾の自然雄大な景色を満喫。台湾は都市だけでなく自然も豊かな国です。特に台湾東部に位置するタロコ渓谷は雄大な岩山や川の景色が広がり、ハイキングやトレッキングを楽しむには最適な場所です。渓谷の奥には美しい滝があり、自然の中でリフレッシュできるスポットとして人気があります。また阿里山も台湾の有名な観光地で、美しい日の出や雲海が楽しめます。特に早朝に山頂で待ちながら見る日の出は感動的な体験となるでしょう。私も訪れた際にはこの雄大な自然に圧倒され、心が洗われるような気持ちになりました。台湾の自然は都市部とは全く異なる魅力を持っており、訪れる価値が十分にあります。10. おしゃれなカフェ文化。台湾はおしゃれなカフェ文化が発達しており、特に台北を中心にインスタ映えするスポットがたくさんあります。古い建物をリノベーションしたカフェやアートをテーマにしたカフェ、ユニークな内装が施されたカフェが多く、地元の若者や観光客に人気です。提供されるコーヒーやデザートも美味しく、どのカフェに入ってもリラックスした時間を過ごすことができます。私もカフェ巡りが大好きで、台湾に行くたびに新しいカフェを探すのが楽しみの一つです。地元の若者たちが集まるカフェでゆっくりと時間を過ごしながら地元の文化やライフスタイルを感じることができるのは台湾旅行ならではの楽しみ方です。カフェでのん
ご視聴いただきありがとうございました。今回の動画では私が実際に体験した台湾旅行の辛口評価も正直にお伝えしましたが、決して台湾の酷評をするためではありません。むしろ私が4回も訪れるほど魅力的な国であり、その素晴らしさを皆さんに伝えたいと思っています。辛口評価を入れた理由は、初めて台湾に行く方が期待を裏切られることなく最高の旅を楽しんでもらうためです。それでも台湾は訪れる価値が十分にある素晴らしい国です。日本からも近く手軽に行ける上に、現地の人々の温かさや美しい自然、歴史的な街並みなど魅力がたくさん詰まっています。ぜひこの動画を参考に台湾旅行を計画してみてくださいね。これからも旅行の役立つ情報をお届けしていきますので、チャンネル登録やコメントもお待ちしています。